時は遡り、1970年、地磁気の強度が測定された南大西洋の上空、ブラジルからアフリカにかけての広大なエリア。そこで異常な数値が記録される。24000ナノテスラ。地球の他の地域と比べて極端に弱い。これが南大西洋異常帯。その英語の頭文字を取って SAA と呼ばれる領域です。国際宇宙ステーション。この上空を通過するたびシステムが来る。1日に2回から5回。宇宙飛行士たちはこの領域を通過中、船外活動を行わない。そう決められています。ハッブル宇宙望遠鏡。この領域を通過するとき、主要な装置を停止させる。故障を避けるため、2003年、日本の X 線天文衛星ひとみ SAA を通過中、センサーが誤作動。制御不能に陥り、喪失した。なぜ、この領域だけ地磁気が弱いのか。そして、2020年、欧州宇宙機関の地磁気観測衛星スウォーム。衝撃的なデータを送ってきた。南大西洋異常帯が2つに分裂している。アフリカ南西部に新しい弱点が出現したんです。地球の磁気シールドに亀裂が走っている。これ、偶然でしょうか。実は2025年10月、欧州宇宙機関 ESA の最新解析で、南大西洋異常帯 SAA が2014年から2025年の間に急速に拡大していたことが確認されました。面積はすでにヨーロッパ大陸の半分規模に達し、特にアフリカ南西部では新たな磁場の弱点が出現していると発表されています。同様に NASA や CBS ニュースも SAA を通過する人工衛星で通信エラーが急増していると報じています。科学者たちはこの弱点の分裂と拡大は地球の内部構造が変化している兆候だと警鐘を鳴らしています。地磁気が弱まり、シールドに裂け目が生まれつつある。それはポールシフトの始まりを告げるサインなのかもしれません。実は約77万年前、地球で最後に起きた地磁気逆転。その痕跡が千葉県市原市の地層に残されています。N 極と S 極が完全に入れ替わった記録。そして今、地球の地磁気は180年間で 10% 減少している。計算すると2000年後にはゼロになる。次の地磁気逆転が始まっているのではないか。そんな可能性を科学者たちは真剣に議論しています。今日お話しするのは地球規模の異変。数万年に一度しか起きない極の逆転現象。その前兆が今私たちの目の前で起きているかもしれないという話です。地球は巨大な磁石です。地球の内部、深さ約 2900km から 5100km のあたり、そこに外核と呼ばれる層がある。溶けた鉄とニッケル、高温の液体金属が対流している。この対流が巨大な電流を生み出す。そして電流が磁場を作り出す。これが地磁気のメカニズムです。地磁気は目には見えない。でも私たちの命を守っている。太陽から絶え間なく降り注ぐ太陽風。高エネルギーの過電粒子です。そして宇宙から飛来する宇宙線。これらは生物にとって有害。地磁気がバリアとなって跳ね返しているんです。このバリアがなければ地球は火星のようになっていたでしょう。火星はかつて地磁気を持っていた。でも約40億年前に失われた。その結果、大気が宇宙に流出。生命が存在できない星になったと考えられています。さて、この地磁気、実は常に変動している。方位磁石が北を指す。これ、当たり前だと思っていますよね。でも、地球の長い歴史を見ると、何度も逆転している。N 極と S 極が入れ替わる。これが地磁気逆転です。最後に完全な逆転が起きたのは、約78万年前。それ以来、逆転は起きていません。でも、過去には平均して数十万年に一度のペースで起きていた。統計的に見れば、そろそろ次が来てもおかしくない時期なんです。そして今、冒頭でお話しした南大西洋異常帯。この領域の拡大が科学者たちを騒がせている。1970年から2020年の50年間、この領域の磁場の強度は24000ナノテスラから22000ナノテスラに低下。約 8% 減少しました。同時に、領域が拡大している。年間約 20km のペースで成長し、西へ移動している。NASA の人工衛星サンペックス。
1992年から2012年まで20年にわたってデータを収集した。その解析結果、南大西洋異常帯はゆっくりと北西方向へ移動している。そして2020年、欧州宇宙機関のスオーム衛星のデータがさらなる異変を示した。アフリカの南西部に新たな磁場の弱い領域が出現。南大西洋異常帯が2つに分裂しつつある。なぜこんなことが起きるのか。地球の内部で何かが変化している。外角の対流パターンが変わっているのではないか。それが地表の磁場の弱点として現れているのではないか。科学者たちはそう考えています。そしてある可能性が浮上する。これは地磁気逆転の始まりなのではないか。実際、過去の地磁気逆転の記録を調べると興味深いことがわかります。逆転が起きる前、磁場は不安定になる。複数の弱点が現れる。磁極があちこちに移動する。今の南大西洋異常帯の状況と酷似しているんです。考えてみてください。地球の磁気シールドに複数の穴が開き始めている。そこから宇宙線が降り注ぐ。衛星が故障する。もしこの異変が進行すればどうなるのか。その答えは77万年前の地層に刻まれています。2025年6月、NASA の研究チームは地磁気の強さと大気中の酸素濃度が地球史的に強く連動していたと発表しました。これは磁場の弱体化が環境変化を引き起こすという仮説を裏付ける発見。地球のシールドが揺らぐと気候や生命の進化そのものに影響を与える可能性があるというのです。さらに2025年1月には地質調査所が北磁極がカナダからシベリアへ向けて加速度的に移動していると報告しました。北極が動いている。それは地球内部の流動パターン、すなわち地球の心臓が変調を起こしていることを意味します。千葉県市原市、養老川が流れる田淵という場所。川沿いの崖に約6メートルの高さの地層が露出しています。この地層、2020年1月17日、国際地質科学連合によって地質年代の境界を示す国際標準模式地として認定された。時代の名前はチバニアン。ラテン語で千葉の時代を意味します。約77万4000年前から12万9000年前までの時代。日本の地名が地球の歴史に刻まれた瞬間でした。なぜこの地層がそれほど重要なのか。理由は地磁気逆転の記録です。約77万年前、地球で最後の地磁気逆転が起きた。その痕跡が世界で最も鮮明に残っているのがこの地層なんです。地層を見ると緑、黄、赤の杭が打たれています。これは地磁気測定用のサンプルを採取した後、緑の杭、ここは地磁気が現在と同じ方向を示しているそう。つまり方位磁石の N 極が北を指す時代。黄色の杭、ここは正磁極と逆磁極の中間、磁場が不安定だった時代。赤の杭、ここは地磁気が完全に逆転していた時代。つまり方位磁石の N 極が南を指していた時代です。さらにこの地層には逆微火山灰層という特徴的な層が含まれている。約77万年前、長野県と岐阜県の境にあった古希御嶽山が大噴火。その火山灰がこの地層に堆積したんです。この火山灰層が時代の境界の明確な目印となった。だから千葉に案として認定されたんです。国立極地研究所と茨城大学を中心とする研究グループ、30人以上の科学者たちがこの地層を徹底的に分析した。その結果、2020年9月、衝撃的な研究結果が発表されます。地磁気逆転には約2万年もの時間がかかっていた。従来、地磁気逆転は1000年から1万年程度で起きると考えられていた。でも、千葉に案の地層の詳細な分析により、その2倍の時間がかかることが分かったんです。2万年間、地球の磁場は不安定な状態が続いていた。磁極があちこちに移動し、磁場の強度も大きく変動していた。その間、地球は宇宙船に対して無防備な状態だった可能性があります。ここで重要なポイントがあります。地磁気逆転は、ある日突然、パチンと切り替わるわけではない。数万年という長い時間をかけて、じわじわと進行する。その間、地球の生命にはどんな影響があったのか。実は、約77万年前、地球の環境に大きな変化があったことが分かっています。
気候が変動し、生物の種類が変化した。人類の進化にも影響があったと考えられています。チバニアンの時代。それは、現代人類ホモ・サピエンスが誕生する直前の時代です。地磁気逆転が人類の進化に何らかの影響を与えた可能性。科学者たちはその可能性を探り続けています。そして今、もし次の地磁気逆転が始まっているとしたら、それは数万年という時間スケールの始まりに過ぎない。私たちはその最初の段階を目撃しているのかもしれません。でも、地磁気逆転は77万年前が最後ではありません。もっと最近、約4万1000年前、地球でもう一つの異変が起きていた。完全な逆転には至らなかったものの、極めて危険な状態になった記録があります。その名はラシャンプ地磁気エクスカーション。1960年代、フランス中央高地、ラシャンとオルビーという2つの溶岩流が調査された。そこで、奇妙な磁気異常が発見される。溶岩に含まれる鉄鉱物の磁気。それが、現在とは逆の方向を向いていたんです。これがラシャンプ地磁気エクスカーションの発見でした。エクスカーションとは、完全な逆転には至らない一時的な磁極の大移動のこと。その後、世界各地で同じ磁気の異常が見つかった。アイスランドの溶岩、北極海、大西洋、インド洋の海底堆積物。そして、2019年、ニュージーランド北部の湿地帯。4万年以上保存されていたカウリマツの年輪が分析された。オーストラリアのニューサウスウェールズ大学と南オーストラリア博物館の研究チーム。彼らは、この年輪から大気中の放射性炭素を測定した。その結果、約4万2200年前から4万1000年前、約800年から1200年にわたって、異常な状態が続いていた。地磁気の強度が、現在の 0% から 6% まで低下。ほぼゼロに近い状態だったんです。地球の保護シールドがほとんど消失していた。その結果、何が起きたのか。宇宙線が遮られることなく降り注いだ。大気中の微粒子がイオン化され、オゾン層が破壊された。地上に届く紫外線の量が大幅に増加。気候が激変した。氷晶や氷河が拡大。風のパターンが変わり、熱帯低気圧の仕組みまで変化した。そして、生物の大量絶滅。オーストラリア本土とタスマニアと大型動物礁、いわゆるメガファウナが同時に絶滅した。ネアンデルタール人もこの時期に姿を消します。2025年4月、米ミシガン大学の研究チームが発表した研究。その内容はさらに衝撃的でした。ラシャンプ地磁気エクスカーション中、地球の磁気圏は大幅に収縮していた。通常、太陽からの過電粒子を跳ね返す磁気圏の境界。それが地球半径の約10倍の距離にある。でも、この時期、約 5.3 倍まで収縮していた。現在の半分です。その結果、オーロラが通常よりもはるかに広範囲に出現。北アフリカやオーストラリアにまで達していた可能性がある。つまり、それだけ強い宇宙線が低緯度まで届いていたということです。有害な紫外線が地上に大量に降り注いだ。ネアンデルタール人はどう対処したのか。研究者たちはこう指摘しています。現生人類は皮膚に黄土を塗ることで紫外線から身を守った。洞窟に隠れ、衣服を工夫した。つまり、日焼け止めの原型を使っていたということです。一方、ネアンデルタール人は、そうした対策を十分に行わなかった可能性がある。紫外線による皮膚がんや DNA 損傷。それが、絶滅の一因になったのではないか。そんな説が提唱されています。そして、もう一つ。この時期、世界各地の洞窟で、突然、壁画が現れ始めた。スペインのアルタミラ洞窟。フランスのラスコー洞窟。なぜ、この時期に集中して洞窟芸術が誕生したのか。ある仮説があります。地上が危険になったため、人類は洞窟で多くの時間を過ごすようになった。その結果、洞窟に絵を描く文化が生まれたのではないか。地磁気の異変が人類の文化的進化に影響を与えた可能性です。考えてみてください。たった800年から1200年の間、地球の磁気シールドがほぼ消失しただけで、これほどの影響があった。もし、完全な地磁気逆転が起きたら、それは2万年続くと、チバニアンの研究が示しています。その間、地球はどうなるのか。そして今、私たちの時代。
南大西洋異常帯が拡大し、分裂している。地磁気は180年間で 10% 減少している。これは何を意味するのでしょうか。実際に2025年4月、米ミシガン大学の研究チームが地球磁気圏がラシャンプ期に通常の約半分に縮小していたことを確認しました。彼らは磁場の急減衰がオーロラの極端な低緯度出現と紫外線被曝の増加をもたらし、当時の生態系と人類の進化に影響を与えた可能性を指摘。つまり、磁場の不安定化イコール環境変動のトリガーであることが改めて裏付けられつつあるのです。2004年12月26日、インドネシア・スマトラ島沖、マグニチュード 9.1 の巨大地震が発生した。この地震で、地球の自転軸が最大約2センチメートル移動した可能性があるとされています。地軸の移動。これも、広義のポールシフトに含まれる現象です。そして、磁極の移動。北磁極は、1年に約 64km のスピードで東へ移動している。1990年代中頃までは、年間約 15km だった。それが、2000年代に入って年間約 55km に加速した。約 3.7 倍のスピードです。なぜ加速しているのか。地球の外角の対流パターンが変化している。その影響で磁極の位置が不安定になっている。科学者たちはそう考えています。そして南大西洋異常帯。この領域の存在は1958年に発見されました。アイオワ大学の物理学者ジェームズ・バン・アレン。彼の名前を冠したバン・アレン帯。地球を取り囲む放射線帯です。通常、内部バンアレン帯の最低高度は約 1000km 以上。でも、南大西洋異常帯では高度300から 400km まで降下している。その理由、地磁気の軸が地球の自転軸と約11度傾いている。この傾きの影響で、南大西洋上空で磁場が極端に弱くなるんです。そして今、この領域が2つに分裂している。これが意味すること。地球内部の外角で、複数の対流パターンが生まれている可能性があります。地震波トモグラフィーという技術。地震の振動が地球内部を伝わる速度を測定することで、内部構造を調べる手法です。この調査から、興味深い発見がありました。アフリカと太平洋の地下。コアとマントルが接する部分に、大規模な低先端速度領域と呼ばれる異常構造がある。別名スーパープルーム。この領域では、地震波の伝わり方が変化している。そして、南大西洋異常帯の位置と、このスーパープルームの位置が近い。これは偶然でしょうか。地球内部の構造が地表の磁場に影響を与えている。その証拠だと考えられています。さらに、もう一つの事実。2020年、科学者たちが古代の岩石を分析した結果、南大西洋異常帯のような磁場の弱い領域は、過去にも存在していたことが分かりました。約1100万年前、同じような異常が、断続的に発生していた記録があります。つまり、南大西洋異常帯は、今に始まった現象ではない。地球の磁場には、もともと弱点が存在する傾向がある。でも、問題は、その弱点が拡大し、分裂していることです。過去に100年間、地球全体の磁場は、平均で約 9% 減少している。そして、南大西洋異常帯では、さらに急速に弱まっている。このペースで減少が続けば、数千年後には磁場がほぼゼロになる計算です。もちろん、これは単純計算。磁場が完全に消えるわけではありません。でも、ラシャンプ地磁気エクスカーションのような状態になる可能性はある。そして、それが2万年続く完全な地磁気逆転の序章である可能性もあります。現代社会への影響。それは、4万年前とは比較にならないほど深刻です。人工衛星、GPS、通信ネットワーク、送電網。これらはすべて地磁気に依存している、あるいは宇宙船の影響を受けやすいシステムです。南大西洋異常帯を通過する人工衛星は、すでにトラブルに見舞われています。もし、地球全体の磁場が大幅に弱まったら、宇宙船が地上まで降り注ぎ、電子機器が大規模に故障する可能性があります。2003年、日本の衛星ひとみの喪失。それは、未来への警告なのかもしれません。そして今、2025年10月、欧州宇宙機関 ESA の報告では、SAA が観測史上最大規模に拡大していることが確認されました。同時期、NASA も太陽活動の上昇により、
宇宙嵐のリスクが今後数十年続くと警告しています。弱まりつつある地磁気シールドと活発化する太陽、この2つが重なれば人工衛星、送電網、通信網、現代文明の根幹が一瞬で宇宙のノイズにさらされる可能性もあるのです。地磁気逆転、それは地球の歴史で何度も繰り返されてきた現象です。約78万年前、千葉にアンの地層に刻まれた最後の完全な逆転。約4万1000年前、ラシャンプ地磁気エクスカーションという一時的な異常。そして今、2025年、南大西洋異常帯が拡大し、分裂している。北磁極の移動速度が加速している。地球全体の磁場が過去に100年間で 9% 減少している。これらは次の地磁気逆転の序章なのかもしれません。もし、そうだとしたら、私たちは数万年に一度の大異変の始まりを目撃している。でも、完全な逆転が起きるまでには数千年から数万年かかる。私たちの生きている間に大規模な影響が現れる可能性は低い。しかし、です。ラシャンプ地磁気エクスカーションのような一時的な異常。それはもっと短い期間で起きる可能性があります。数百年から数千年、磁場が大幅に弱まり、宇宙線が降り注ぐ。その影響は現代社会にとって致命的かもしれません。NASA も欧州宇宙機関も南大西洋異常帯を継続的に観測しています。その変化を追跡し、モデル化し、将来を予測しようとしている。でも、地球内部の外核の動きを完全に予測することは、今の科学では不可能です。天気予報のように、地磁気の変化を予測する地磁気予報。それが、科学者たちの目標です。でも、まだ実現していません。考えてみてください。私たちの足元、深さ数千キロメートルの地下で、液体の鉄が滞留している。その動きが、地球全体の磁場を作り出している。そして、その磁場が、宇宙からの脅威から私たちを守っている。目には見えない、巨大な盾。それが今、弱まっている。亀裂が入り、穴が開き始めている。これは、地球からの警告なのでしょうか。それとも、単なる自然のサイクルに過ぎないのでしょうか。一つだけ、確かなことがあります。地球は、生きている。常に変化し続けている。そして、その変化のスピードは、人間の感覚をはるかに超えている。私たちは、その壮大な変化のほんの一瞬を、切り取って見ているに過ぎません。千葉県の地層に刻まれた77万年前の記録。フランスの溶岩に残された4万年前の異常。南大西洋の上空で観測される現代の異変。これらはすべて、同じ物語の一部です。地球の磁場が、生まれ変わろうとしている物語。その結末を、私たちは見ることができるのでしょうか。それとも、数千年後、数万年後の人類が、今の時代の地層を調べて、この時代、地磁気逆転の始まりだったのか、と、振り返ることになるのでしょうか。答えは、まだ誰も知りません。このチャンネルでは、地球の謎、宇宙の不思議、そして現代科学が解明できない現象を探り続けています。今回お話しした地磁気逆転。それは、地球の歴史における最大級のミステリーの一つです。他にも、このチャンネルでは、海底に眠る古代文明の痕跡、南極の氷の下に隠された謎の構造物、世界中の神話が示唆する共通の大災害など、科学の最前線で議論されている謎を取り上げています。もし今日の話が心に少しでも残ったなら、ぜひ他の動画も覗いてみてください。チャンネル登録と高評価で、次の謎を解くたびに、共に出発しましょう。ご視聴ありがとうございました。また次の禁断の古代ミステリーでお会いしましょう。